この時を待ってたんですよね、やっぱし。ね私もなんかだんだん思い出してきた。宇宙の存在たちは3日前にもうなんかそれを終えてて祝賀会も終えてったって話があったから、それ逆にもっとびっくりしたけどね。なんか明らかにそれまでのこの世界とちょっと違う気がするんだよな。そう。気のせいかな。そうなんですよ。うん。いや、気のせいじゃないと思う。私たちが起こしたこう振動っていうのは本当宇宙の端から端まで行ったみたいな。おー、端からやった。端まで。はい。始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやいや、スターシード宇宙フェスが、なんとね、大成功で終わりましたけども、あきこさん、どうでしたか？ありがとうございました。はい。いや、本当に素晴らしい回でしたね。思い出せないな。何があったっけ？なんかすいません。いろいろありすぎちゃって本当に楽しかったですね。本当皆さんありがとうございました。はい。いや今回ね、本当にまあなんていうかな、奇跡の連続だった気がしませんかと。ねえ、なんかいろんな奇跡が重なって、そうじゃないとありえないぐらいなことで今回ね、こう大成功になった気がしますけど、その辺ってどう思います？そうですね、本当にそうだったと思います。もうとにかくまず回線とかね、いろんなところでみんな中継でつながってたのに、とってもスムーズだったしね。インドもだってスムーズだった。すごいスムーズで、ちょっとね心配だったけど、そこも奇跡でしたしね。いやなんかね、まあ僕はこうすごいもう当日まで心配してたんですよ。何が心配かっていうと、例えば今回は本当にすごい複雑なことをやってるんですよね。会場の中でこうカメラをこうね、ちゃんとこうライティングもしてカメラもやって演出をして、さらに海外の人とかね、もうズームっていうかオンラインでミーティングでこうやって話して、さらにそれを通訳して、さらに2チャンネルで日本語と英語で同時に YouTube に配信するなんていうとんでもないことをやってるから、これ奇跡なんですよ、本当は。それが僕はもう絶対できないって思ってたぐらいですからね。当日まで。そうなんだね。そうなんです。さん心配してたね。すごい心配してましたもんね。だから心配すぎてもう法になりましたから、宇宙に。もう無理だ、もうこれちょっと委ねますみたいな感じでしたからね。そう。そしてよかったね。委ねてよかったなって感じですよ、本当にね。最善に本当になりましたね。やっぱり。でですね、やっぱり今回、こうね、実はね、視聴者数、ライブの視聴者数もね、同時で平均1万人を超えてたし、後で集計したらね、あれってすごい長い時間だったから、ちょっとだけ見て、また後で見るって人もいたり、後半だけ、ちょっとだけ見るとかいう人もいたんで、合計するとね、ライブに参加してくれた人が3万人を超えてたんですよね。実は。そんなに、すごいですね。そう。だから、ありがたい。ね、当初ね、やっぱり100万人に何か影響を与えたいって思ってたんだけど、なんか、徐々に今でもだってもう10合わせたらね、あきこさん、あきこスピーチャル YouTube チャンネルとスターシードチャンネルの、視聴数も今合わせて、今現在でも14、15万回ぐらいまでいってんじゃないですか。そうだね。そうだと思う。すごいですね。もっと増えそうだね。もっと増える。だからね、みんな多分100万人ぐらいが知ることになってくれるんじゃないかなっていう気がして。そうですね。じわじわきますからね。じわじわね。でね、今回いろんな気づきがねあったと思うんですよ。僕らもね、見てる方にも多分いろんな気づきがあったと思うんですけど、僕ら自身もいっぱいね気づきがあったんだなと思うんだけど、あきこさんどんな気づきが今回ありましたか？そうですね。今回一番気がついたのは、
なんかみんなが楽しんでくれてたって、私が一番楽しんでたと思うんだけど、一番楽しんだのは自分かもな。だけどみんなも楽しんでたっていうことのこの共有がこんな楽しいんだっていう感じかな。本当に楽しかった。出てる方を見てても楽しいし、なんかサロンのメンバーとのその共有も楽しいし、あとはそのチャットも楽しかったし、今もその余波が続いてるし、あとはその高次元もとっても楽しんでたし、なんか本当に奇跡だし、なんか夢のようというんですかね。みんなで、私苦手だからこういうなんでみんなでやるっていうのとっても苦手なんですよ。一人で今までずっとやってきたから、こういう大きいイベントとかもやったことないし、みんなで楽しむフェスとかってなんか冷めて見てるような感じなんですよね、いつもだと。それを私が多分多いんじゃないかな。多分スターシードってそういう人多いと思うんだけど、楽しめたんですよ。ものすごい楽しかったし、このなんていうのかな、カオス状態がもう心地よくてそうそうみたいな感じで、なんかすごい嬉しかったですね。ね、気づきかな。なんか僕もね、その人見知りランキング日本結構ね上位なんですけどそういう自分でもね本当に楽しくてですね、超楽しく、なんかもうこう、なんかね、そういう一緒にやるの楽しかった、本当に今回。ね、すごいよね。これはすごい奇跡ですよね。よしさんどうでした？今回気づきね。気づきはね、そうですね、なんだろうな、一人一人が全くちょっと、もしかしたら、なんていうかな、こう、なんていうかな、もう、いわゆるもう飛びまくってるっていうか、なんか、これ大丈夫なのかみたいな状況を表現したとしてもですよ。それが、実はこれ、全体的に調和されてたっていう、なんかそんな感じを感じたんですけどね。だから、要は、なんやかんやって僕らは、なんか抑えちゃうじゃない？これしたらちょっとまずいよねとか、なんか抑えがちじゃないですか。これが、実は抑えなくても大丈夫なのかみたいな感じを見る人も感じてくれたり、表現した人も、それをね、やってくれた気がするから、なんか、すごい良かったと思いますね。言っちゃってるね、感じが多かったっていうか、その言い方でいいのかわかんないけど。言っちゃってる感じもね。言っちゃってる感じ、が本当良かったのかもね。そうね。なんだろう。やっぱこう表現者がさ、やっぱり一番楽しんでるっていうのはすごい伝わってきたよね。表現してる人たちが私も楽しかったし、やっぱその本人がさ一生懸命やってたり、その楽しんでる姿っていうのはさ、やっぱそのままいくんだよね。いいエネルギーだから、いい悪いに限らず、なんかいいエネルギーっていうのかな、ピュアなエネルギー。ピュアなこのエネルギーが伝わったんじゃないかなって感じ。スターシードのこのピュアなエネルギーって感じかな。そうだね。はい。で、4時間、後半だと4時間ぐらいか。で、前半も3時間かな、ぐらいあって、ね、こう前半後半全部見てくれた人もね、いてね。で、しかもこのライブのチャットのところにすごいこうコメントがね、とんでもないコメントがいっぱい、ありがたいコメントがいっぱいあったんだけど、それを見てたら面白かったね、あれ。コメントがまた。コメントがね、ちょっと止まっちゃったけど、コメントがね、なんか癖が強いとか、なんかね、そういう要は表現をしてる人たちが、それぞれすごい個性的だから癖が強いみたいなんで、こう癖の、なんかこう連続の、音が戻ったかな？あきこさん、なんか癖のね、話があったよね。コメントの中に。もう最初癖にびっくりしてね、びっくりしてた方が、癖がすごい気持ちよくなってって、でその後に癖がロスみたいな、癖がないのがちょっと足りないみたいな感じになって、で、癖ロスになり、癖シード、スターシード、癖シードって言ってる。すごいと思って、確かに癖シードかもと思って。なるほどね。いや、なんかね、最初はちょっと、これなんだっていうね、
驚きから入ったんだと思うんだけど、それがこう癖になってもうなくてはもう生活できないようになっちゃったってことでね。そう癖っていいよね。癖って気持ちいいなって思った。癖か。なんかそれまあね、僕もなんか今まで結構癖をね、いかに出さないかみたいなことばっかりちょっと気使ってたなと思って、思ったよ本当にね。だからこうちゃんとしようとか、まあみんなもそういう人多いと思うけどね、ちゃんとしないととか、ちょっとこうはみ出したらねまずいよとか、なんか見られるどう見られるかとかね、結構そこばっかり意識をしちゃうじゃないですか。そうだよね。面白くないんですよ、癖がないと。そうだね。はっきり言うと面白くないんだけど、そういう癖を出すことをやっぱ出すとさ、なんていうの、怒られたりとか、だからそれつっつかれるから癖があると、それなんでそうしてんのとかね、そういう世の中だったと思うんですけど、今こそ癖を出すっていうか癖シードの時代。癖シード行こうかな本当に。いやなんかねちょっと僕思い出しましたよ。そうなんかインナーチャイルドのね癒しもあったけど、そういうのやりましたけど、僕は結構やっぱいじられてたんですよね、昔その封印してた過去としては。なんかこう、僕はなんか後進後割れつって前言った奇形児だから、こう割れてきて生まれてるから、ちゃんと発音ができなかったからね。そうなるとなんかすごい発音なんか言うたびになんか癖を指摘されて、でその時にすごいなんかこう自分の癖、いわゆる自分の存在を消すみたいなことをねずっとやってたから、そのやっぱり名残もまあほぼなくなったけどちょっとあったからね。そこでねなんかまた再度ねこの癖を出すこと出しまくってやろうみたいな感じになってきたね最近。いいね。本当にね。そう本人がだから癖って思ってることっていうのがマイナスだと思ってたけど、強烈な個性なんですよね。そこが強烈な個性であって、そこが結構魅力だったりするっていうことが今回分かったんじゃないかな。本当に出してくれたし、誰が癖なんだかみんなか特に本当は一部の方を見てもらうと癖がすごかったかな。もっとどうまあサロンのね文化会の方々表現豊かだからね。そうなのよ。そうですね。そういろんな表現のね人たちが出てても思い思いにね。でもなんか結果的に丸くこういい感じになってたのが本当にすごいなと思ったし、今回はでもあれでしたね、見せ方っていうところもやっぱりやってくれてた人がいたっていうか、ね、サロンのメンバーの中でこういうことをやってる人がいて、だから完璧ではないんだけど、そういうところである程度見れるぐらいにちゃんとこうまとめてくれてたっていうのもエネルギーの調和の中にあったんだなっていうのもすごく思いましたね。そうですね。ありがたいね。ありがたい。で結構無茶ぶりしてね、サロンのねそういう方々に無茶ぶりして、でも当日までもうねわちゃわちゃってもう大変でね、寝ずにみんな頑張ってね。そう。で、すいません。だけどその当日ね、品川インターシティホールってね1000人の会場に無観客でやって、そこでリハーサルをやったんですよね。でその時にその舞台監督でね頑張ってくれた人なんかこうガンガンこうやっていく中を風景を見た時に、もうすでにこれ大成功と思っちゃったんですよ僕は。そう。でそういうそれぐらいなんかすごくこれはすごいなって毎回驚いててね、もうその進行の状態のリハで。そしたらなんかあれだよね、どうやら宇宙の存在たちは3日前にもうなんかそれを終えてて祝賀会も終えてたって話があったから、それ逆にもっとびっくりしたけどね。そうです、終わってたんです。だからか、今ね撮ってるのは今日何日だっけ？今日はね、何日？12かな今は。17日。もうなんか、去年の出来事みたいに自分の中でなっちゃってて、なんとなくね今思い返してるんですけど、そうだからね、やっぱり早いんだよね高次元って。もうその出来事が私たちが体験する時っていうのはもう出来上がってるパラレルがあって、そこのエネルギーが来てなんかこうできるみたいな感じだと思うから、やっぱ本当にもう
ってたよね。数日前に終わってたっていうか、もういいエネルギーで最高の状態になったみたいなエネルギーで本当涙がずっと流れてたんですよね。それはあきこさんがもうそうなってたってこと？ 3 日前ぐらいに？すごい。なってて、本当よかったみたいな感じで、これほら結局引き寄せのやり方こういう感じだから、そっか。来てたからもうよかったと思って、大成功だったなっていう感じをなんか数日感じてたんですよ。だから当日もその成果わかんないけど、とにかくやっぱり大成功だったし、最善になった、最高で最善になって、本当に私生まれてきてよかったなと思って、こんな体験が自分の生きている時にこんな体験ができるっていうことに本当に感動でしたし、スターシードフェスってだってさ、宇宙フェスって宇宙人とかの話してたりするわけじゃない、なんか UFO とかさ、そういうことができちゃう世の中になってるんだっていうことにも本当にすごいことだなと思うんですよね。ねえ、ちょっと前までだったらなんか何それってちょっと本当にドン引きな状態だったと思いますけど、本当にそう、ね、今コロナのこの時だからなのかもしれないよね。だってそのフェスの数日前に確かアメリカでだってね UFO のなんか確認されたみたいな、なんか認めたみたいなのがニュースであったりとか、すごい後押しがあったんですよね。すごかった。今回ね、いろんなゲストもねいらっしゃったけど、クーさんもよかったよね。いやもう本当クーさんのね、お姿を初めて見た人もいたと思うし、なんだみたいな感じだったけど、私の知ってるクーさんを超えてたね、やっぱし。クーさんにとっても今回はだから枠を、クーさんっていうやっぱり形があるわけじゃないですか。誰もがクーさんに対して思ってる形をやっぱり壊したくなっちゃったみたいで、で壊すことに挑戦したっつってたんで、壊れたわまさかのね、まさかの宇宙ロックだっけ、宇宙ロックなんていうのかな、あれね、演奏がすごかったよね。名前もつけられない、すごいやつね、宇宙語と英語と日本語みたいな感じで、宇宙人の、プレアデスの長老かなんかが指導したとかなんか言ってたな、確か。そういう感じのものもね表現してくれてたし、すごかったですね。あとあきこさんのこうね、いろんなこうね、スエージャーがありましたけど、他に何かこれびっくりしちゃったなとか、これ良かったなってあります？もういっぱいあるんだけどね、そうですね。まずあれだよね。シンキングボールだっけ？シンキングボールの天国さんの、天国さんもね、後から知ったらやっぱりすごい音響に時間かけてなんか用意してくれてたみたいで、もうね、あんなにこうなんていうのかな、だってね、そこの場所でやってるわけじゃなくて通信の状態で本当に素晴らしいパフォーマンスしてくれてたから、本当に感動したし、金粉もなんかすごい出た人多かったみたいですね。そうね、金粉王子ってなんかね、いきなりこう説明があって、何のこっちゃって思った人もいるかもしれないけど、今その演奏を聞いた結構な人の割合で金粉が出る現象が今まであるから、金粉王子と呼ばれてますよみたいなね。あとあれでしたね、なんかスマホの画面が、だからフェスが終わった後にすごいザラザラしてたみたいで、金粉が出ちゃう。画面から金粉が出ちゃった人いましたよ。書き込みでコメントでそんな人もいたしね。あとはその歌もね、本当素晴らしい歌を歌ってくれた方、アメージング・グレースとか、チエティさんのねオペラもそうですし、も素晴らしかったよね。そう、あとね、そうだ、あきこさんが別の動画でもね、ちょっとだけ説明してもらってたんだけど、ゆうこさんね、ゆうこさん、司会のね。司会のゆうこさんね。ゆうこさんはプロなんですよっていう話。それはなんかプロじゃない、プロみたいって言ってたから、それ言わないといけないなと思って。で、最初、で、最初からね、こう、司会をずっとやってくれてた、ね、ゆうこさんですけど、もともと実は NTT のね、この音声をやってる、ね、ただいま、
NTT ドコモですみたいなね。ただいま何時何分をお知らせしますみたいな声を全部やってる人だから、実はすごい方ですよっていうのをちょっと言わないと、なんかプロみたいって言ってたから、それプロですよみたいな。よしさ言わないからいきなり言ってさ、誰かわかんないもんだってね、みんなね、言わないから。そうでもすごい方にやっていただいてたんですね。ありがたいわ。うまいなとは思った、確かに。うまいよ。ね。で、すごくね。あと、レイカさんもね。ね、レイカさん。そう。レイカさんのあれですよね。だから神様おろしてのね、姿とか、そうああいうパフォーマンスも本当素晴らしかったですよね。ヨシさんはどんな感じでしたか？どのあたりが？そうだな。まあやっぱり自分では出てるからあんまり全部を見えてはない、その当時はなかったけど、なんていうんですかね。なんかすごいなーみたいになんて眺めてたね。まあみんなのやつをね。毎回。すごいみたいな。すごいみたいな。感動してたね、毎回。サロンのメンバーも本当にこれのために頑張ってくれて、ちょっと一部のパフォーマンスがほとんどで、二部のとこだと少ない感じだったけど、本当にね一体感があって本当に頑張ってくれてたのもね、感じてみんなに見ていただけて自分の子供見てるような気持ちになって、ドキドキしてたっていうのがあったんですよね。でも本当に嬉しかったし、こんな反応いいんだなっていうことも本当力になったと思うし、そうだよね。あとはあれですよね、音楽もね、レオくんとかグレゴリーさんとか、お話も素晴らしかった。あとテリーさんですね。やっぱりテリーさん。テリーさん。テリーさんね、そうなのよ。テリーさん、僕が2010なんだか今から4年前かな、今から2016年かなにテリーさんにお会いして、スターシードのね、僕のスターシードの話をしてもらって、でそれをきっかけにスターシードって知ったわけ。そういう感じなんだね。そう見てもらってね。でそこからなんか降りてきたのがやっぱりなんかコミュニティを作ることになるみたいなのが降りちゃってそこからですよ、本当に。テリーさんに言われたの？いや、その後に自分でなんかイメージが来たのよね、なんか。で、一応 Facebook でグループ作ったの、その時に。で、その時にもう一人が天国さん。とりあえず2人で作っとくね、みたいな作って。あと誰か集めようかなって思いながら3年以上経ってみたいなね。スターシードオンラインサロン。それがね出ていただけて本当感激でしたし、お話も本当に良かった。なんかいつも以上になんか本当になんてエキサイティングしてるのが伝わってきて、感動した。すごい感動しましたね。すごい可愛いよね、テリーさんね。可愛いのよ。可愛い。そうで喋ってる感じだとね。前何回かここにも来てもらってね。でその時に旦那さんも来て旦那さんもまたね仲良くてね。面白いね、そういう話もね。あとグレッグさんの宇宙との交信とかもすごかったしね。本当何が始まるかと思ってピコピコ音が始まっちゃった時なんか携帯見た時ピコピコピコってなったの。グレッグさんどうしたのかなと思ったけど、本当に良かったし、前日に聞いてたんですよ。何やるのって言ったらなんかちょっとなんかあんまりまだ決まってないっていうか、やっぱ当日に降りてくると思うからみたいな感じで、みんな大体そうだと思うんですけど、チャネリングだから何をやるかがやっぱりちょっとある程度は決まってるんだけど、やっぱりその日にならないと分かんないっていう人が多かったから、翻訳も大変だったみたいですよね。だから内容が分かんないっていうところでやっぱり同時通訳をやっていただいたので本当大変だったと思う中ね、自分の感覚を使うしかないからね、本当にその直感でその時に対応してやっていただくしかないと思うから大変だったと思うけど、
助けられましたね。本当にありがたいです。でね、そうだ。でね、あとは、そうそう。一応ね、そうだ。一応、自分のことも言うとしたら。ごめん。よしさんごめん。いや、いいのよ。そう、だから一応ね、オープニングの、最初の話から言うと、オープニングの動画作ったのっていうか。そうだった。あれ、よしさん作ってくれたね。作ったと言ってもね、ちょっとそういうライセンスのお金、動画の組み合わせて、買って組み合わせて、音楽をまた買って組み合わせて、なんかこう、それらしいオープニング動画を作ったんだけど、スターシードカフェにもね、流してると同じなんだけど、そう。これはちょっと作らせてもらいましたね。すごい。本当素晴らしかったですね、あれもね。なんかちょっとかっこよくなってよかったと思って。自画自賛ね。何でもできちゃうね。じゃあ、あれでもう泣いてる人多かったよ。オープニングでもうお腹いっぱいみたいな人いたよね。すごいね、それ。なんかね、なんかそういう作るのも好きなのよね、そういうのね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよね、よしさん。瞑想も良かったよ、よしさんの瞑想も。瞑想はね、なんか本当に音楽がね、本当にもう2人のね、音楽を聴きながらこう合わすっていうこのちょっとアドリブも入りつつみたいな感じだったから、すごくこう楽しくやりましたね。のりこさんがね踊っていただいて、ちょっとね、なんかでも舞台がちょっと明るかったね。もうちょっと暗い感じだと思う。全体でも良かったと思う。そうか。目つぶってた。目つぶってた。何も見てなかった。よしさん、そういえばすごい泣いてたよね。何が？最後？よしさん、最後とかもそうだし、瞑想の時は泣いてたよね。瞑想の時泣いてたよ。瞑想、なんか、ああいう、なんかね、こう、なんかいい感じになっちゃったんだね、あの時ね。なんかこう。そう。なんかわかんない。勝手にそれ以外でも結構、それ以外でも結構、よしさんの光るものがあったみたいな。目に、現場では確認しましたっていう声聞いてましたけど、どうでした？それは錯覚じゃないかな。錯覚じゃないかな。瞑想の時は泣いたけど。潤んでたのはじゃああれか、錯覚。そうね。そう。で、そういう、サロンをフェスをやってね、なんか僕もすごいやりきった感があって、その後は、なんかエネルギーがとんでもなくなんか出てきてね、あきこさんさっきも言ってたけど、僕は僕でなんかこう、とんでもないなんかいろんな仕事もガンガンできちゃうわ、なんか何でもできちゃうわ、みたいな。エネルギーがなんか、スーパーサイヤ人みたいになっちゃったのよ、その後。多かったんじゃない？そういう人多かったのかな？多かったか。私もそうだった。やっと今日寝れたんですよね。3度寝、4度寝しましたから、もう今すでに4度寝。やっと寝れたみたいな。そっか。逆にそのフェスの前に調整かなんか入って、なんかもう2、3週間か1ヶ月ぐらいなんかもう動けなくなったぐらいに大変で、それがガーって今ね、エネルギーが逆にガーっていきましたけど、でもそういう人が多かったのかもしれないね、今回ね。本当にやっぱりこうちょっとこう、びっくりした人も多かったと思うし、この楽しくてハイテンションになってる人も多いと思うし、なんかすごい落ちちゃった人もいるかもしれないし、それもいるかもしれないね。でも、ベストなことが起きてるって思っていただくといいと思いますね。あとやっぱりやっぱり大人数でやる共振は本当にすごいから、この共振したこのエネルギーはもうずっと続くよね。止まんないと思う。ずっとこれでいくんだなと思って、この気持ちいい感じで。それでね、そう。すみません。なんかその時にね、なんかやっぱりこうパラレルな、やっぱりいろんな、なんていうかな、平行世界みたいなものがあるじゃない？で、なんかそのタイムラインがなんか絶対あの瞬間に変わってる感が僕はあったし、なんかそういう人が結構いたんです。その辺どう思います？でもそうです。だから結構フェスと関係ないところでの話とかも出てくるんだけど、なんか今までなんていうのかな、結構真面目な感じの人がすっごい弾けてる感じの話を聞いたりとか、だから別にフェス見てなくても
なんて言うんだろう、なんか楽しんでる人が増えたのかなっていうのとか、いいなんか話とかもやっぱりなんかすごいこう聞くようになってきたんですよ。だからタイムラインがやっぱ変わったんだなと思った。すごいこうなんていうのかな、あの出来事によって、やっぱすごい影響を与えたというか、なんていうのかな、たくさんの人たちがシフトしたんだと思う。そうだよね。なんかそんな気がする。なんか明らかにそれまでの世界とちょっと違う気がするんだよな。そう。気のせいかな。そうなんですよ。いや、気のせいじゃないと思う。だってそうだもん。やっぱし起こる出来事、聞く話とかもそうだし、そういうふうなことってさ、やっぱりもっともっとこれから起きてくると思うんですよね。これってなんていうのかな、錯覚かなとか嘘でしょみたいな、そうやって思いがちなんだけど、こういうことってやっぱり起きることなんですよ。で、これだけの人数の人たちが今この時にこういう出来事をみんなで起こしたことによってやっぱり変わっちゃったんだと思う。変えるためにやっぱり用意されていた出来事なんだと思うし、これに合わせてたんだなって。だからカルマさんとかもね、砂漠からやっていただきましたけども、嬉しくて、この時がもう嬉しくて砂漠でもう一人でドライブ行ってね、行ってくれたっていうのはもう本当に嬉しくてしょうがないっていうのも言ってたし、この時を待ってたんですよね、やっぱし。私もなんかだんだん思い出してきたっていうか、そうだったみたいなあ、そうだったみたいな感じになってきたもんね。なるほどね。そんな感じ。だからみんながあれだね、なんていうかな、こう同窓会みたいな、なんかね、なんかそういう感覚もあったでしょ。みんなこう、またみんな集合したね、あの時からみたいな、その違う惑星なのかもわかんないけど、そんな感じだよね。そうですそうです。だから全然それぞれがそれぞれの場所にいて、違うところで地球に潜伏してたっていうかなんていうの、それぞれのところでベストなことをやってたんだけど、それがやっぱりここに集って共振して、でこれから地球のことをみんなでやっていくっていう感じだと思うんだけど、そのなんていうのかな、確認でもありスタートでもあるのかなっていう感じだったね。だから出てる人だけじゃなくてみんなも同窓会ですからね、そこに参加していただいた方、あとはこの話がもう耳に入ってきたってことは、そういうことだから、そう完全にそうですね。入んないから、やっぱり入んない人には入んないし、もうちょっと言っちゃってるような感じにね、受け入れられない人もたくさんいると思うけど、そういう感じだと思いますからね。素晴らしい時ですね。嬉しいです。嬉しい。そうだね。じゃあまたね、今回のそうだな、フェスについてなのかな、もう一回ちょっと宇宙からのメッセージをちょっともらいたいなと思いますけどね。フェスについてか。フェスについてなのか、これもう一回ね終わった今こう降りてくるなんかメッセージってあるんですかね。そのフェスの出来事っていうのはすごい高次元の本当にもう高次元大騒ぎだったみたいで、宇宙での祭りみたいな感じで、その私たちが起こした振動っていうのは本当宇宙の端から端まで行ったみたいな、端から端までのところまで到達して、わーって広がりを作ったり、なんていうのかな、うねりっていうものを起こしてますっていうことで言ってます。あとはそうですね、このエネルギーというか、この共振したエネルギーを使って、自分自身のことをやったりとか、あとこれから地球のことをやっていくために起きた出来事だから、たくさんこれからこういうような、なんていうみんなが集まって何かをやるようなことをもっとやってくださいということを言ってるのと、スタート、これがスタートだって思ってくださいって言ってるね。宇宙にも影響を与えてるのと、あなたたちは、一人一人が、宇宙の根源というか、大元が自分だから誰が主役とか主役じゃないとかじゃなくて、自分から派生してることだって思ってくださいって言ってますね。今地球にいるっていうことは本当にすごいなんていうの、意味のあることなので、あなたたちが、やりたいと思ってることをこの地球の中で
やることを高次元も応援してますので、どんどんやってくださいって言ってますね。やるときですよってやっぱすごい言われるんですよ。私も言われるし、みんなに強く言ってます。今やるときだよって、そういうメッセージでした。ありがとうございます。いやー、これね、ちょっと見ていただいている方に、もしね、これ、なんかもし、また2021を開催してほしいなって人がいるから、ちょっと、やってみたいな感じでコメントもらうと嬉しいかも。そうだね、コメントぜひぜひ。ね、一応僕らはやりたいなとは思ってるんだけど、でももうやめてって言うんだったら、ちょっと、それはそれで、あれだし、なんかコメントもらいたいかもしれないね。でももうビジョン降りてきちゃってるんですよね。本当。ビジョンが来ても、そう来ちゃってるって。来ちゃってる。ね、みんなやりたいのかな。わかんない。そう、一応聞いてみたいよね。そうだね。もういいみたいになってるのか。やっぱもうやめてくれ。癖はやめてくれ。もうやめてくれみたいな。癖もういっぱいいいよみたいななってるのか。ちょっとわかんないからね。そう。楽しかったな。ね、楽しかった。本当に。まだちょっと夢心地な感じね。やっぱりね。そうですね。そう。見ていただいて分かったように、やっぱりなんて特別じゃなくていいし、楽しむってことですよね。思いっきり楽しんじゃうといいと思うし、今コロナとかでね、自粛とか多いと思うけど、自分の中で自分が楽しむっていうこととか、自分自身の癖を発見するとかで、そういうことを楽しんでいただくといいんじゃないかと思いますね。いいね。いやじゃあまた最後にね、ちょっと癖丸出しなではやっていきますか、もうね。どうしたのそんな癖。でもそうだね、いい人になっちゃうもんね。僕は結構いい人になっちゃうんだけど、いやそんないい人じゃないしねって感じよね、僕なんかは。でもそうだね。そうだねってじゃあいい人なんだけど、それはだからいい人を装ってなんか自分を隠すっていうエネルギーだったからね。分かってんだけど。結構強いよね。よしさん強いところは多い気がする。強めだよね。本当は多分そうだ。その話しちゃうとまたあれだけど、なんか多分そういう自分の意見を出した時になんか人が引いちゃうっていうことが子供時代に確かあったのでね。若い時か。だから自分の意見を言わなくなっちゃったっていうのもあるんだけど、でもそういう人も多いと思うから、もう癖を出していきましょうかって感じですね、もうね。じゃあね。そう。癖の時代ですから、癖でいきましょう。みんな合言葉は癖。癖わかんないけど。癖シード。癖シードいきましょう。はい。じゃあちょっとではね。では行きましょう。はい。それではまたお会いしましょう。では。さよなら。では。